はい、どうも藤井武雄です。今回はリクエストをもらいました。Google シートの中にある複数のキーワード、これを使ってクロードで、文章を生成する。そして生成した文章をスクレープした後にそれをテキストファイルで保存したいということだそうです。これをしたいとのことですね。で、テキストファイルで保存する際にそのファイル名を、この Google シートのキーワードにして保存したいということだそうですね。で、これについてやり方を解説します。まず最初にテキストファイルで保存する際に、これはですね、私も、つい先ほど、試してみたんですが、うまくいきました。で、やり方について説明しますが、まずですね、今回はタスクマジックで JavaScript を使います。で、JavaScript の内容はこの通りですね。はい。これどういうことなのかというと、簡単に説明すると、スクレープしたテキストを JavaScript でテキストファイルに変換して自分の、フォルダ内に保存するという自動化です。実際にこのテスト用の、自動化を起動してみましょうか。プレイステップスを押します。そうすると、ウィンドウが立ち上がって、こちらのページ内のこのテキストが、まずはスクレープされます。で、スクレープされたら、スクレープドテキストという名前で保存がされます。実際に見てみると、こちらですね。はい、スクレープした内容が入っていますね。このように、テキストをスクレープして、スクレープしたテキストをテキストファイルで保存することができる自動化です。そしてこれを Google スプレッドシートと連携させて自動化したいとのことで今回作りました。それがですね、こちらです。まず、トリガーで Google シートと連携をしています。で、この Google シートの中には、ヘッダーというコンテンツの下に、リンゴ、イチゴ、バナナというそれぞれのキーワードが3つ、保存されています。で、そうですね。あとは、このキーワードを使って、クロードで文章を生成します。で、文章を生成したら、生成された文章をステップの7でスクレープをします。スクレープをしたテキストをステップ8の、JavaScript で、ここですね。ステップ7のテキストを、テキストファイルで保存すると。で、そのファイル名は、Google シートの中にあるこのキーワードで保存するという設定にしています。@contents.text という名前にしてますね。この名前で保存されます。はい、ではまずはこちらのプレイステップスのボタンを押します。そうすると自動化が立ち上がります。今回は、こちら、クロードを使って文章を生成します。まずはこちらの1つ目のリンゴの特徴を300文字で書いてくださいという文章が、まず生成されます。ここでクロードを使ってリンゴについての特徴が文章として生成されていますね。で、この説明文が生成されたら、この、文章がスクレープされます。はい、このテキストがスクレープされて、見てください。リンゴ .text という名前で保存されました。フォルダを確認すると、こちら、リンゴという名前のテキストファイルが一つ作られていますね。この中には先ほど、クロードで作った、文章が入っています。そして、引き続き、イチゴの特徴について文章が生成されます。こちらについてもですね、テキストが生成されたら、いちご .text という名前で保存されます。見ていてください。はい、生成されたテキスト、この説明文がスクレープされます。そして、いちご .text という名前で保存されましたね。最後の3つ目ですが、3つ目はバナナについての説明文を生成します。こちらです。見ていてください。バナナの特徴を300文字で書いてくださいという文章が送信されました。そして、バナナについての説明文が、生成されます。そして、ここで生成されたテキストが、スクレープされてバナナ .text という名前で保存されます。そしてこの自動化は終了すると、ウィンドウが閉じられます。はい、閉じられました。じゃあ、フォルダを確認しましょうか。そうすると、リンゴ .text とイチゴ .text とバナナ .text それぞれ、保存されていますね。それぞれのテキストファイルの中で、先ほど生成された文章がすべて、このテキストファイルに保存されています。このようにタスクマジックを使うことで、JavaScript を実行することができますので、JavaScript を使って、テキストファイルを保存するという作業も自動化することができます。で、今回使用した、こちらの JavaScript についてはお渡しをします。待ってくださいね。こちらですね。
はい。置き換えるところは、この add step というところ、ここのところと add contents、ここのところですね。この add step 7という、ここの、変数は、ご自身がスクレープする内容に置き換えてください。そして、保存したいテキストファイルの名前に関しては、ご自身の Google シートのこのヘッダー情報、ヘッダーテキストの変数を当てはめてください。これを使うことで問題なく作動するはずです。では、失礼いたします。